ねえ浅村くん、私が本当の妹だったらって思ったことある？どうしたの突然。やっぱり妹って言っても義理だから互いに配慮する部分はあるでしょ。一緒に暮らすのが実の妹だったらもっと気楽だったのかなって。どうだろう。気楽だったかどうかわからないけど、確かに義理の妹と実の妹とでは何が違うのかなって考えたことはあるかも。そこで特に違うなって感じたところを発表してみようと思う。題して浅村優太が思う義妹と実妹の違い5選。あ、なんか始まった。陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。いつかの夕食時、俺カレーだけは辛口じゃないと我慢できないんだ。私は甘口がいいんだけどね。口に合わないなら無理して食べなくても。いやいや、ちゃんと食べるよ。特注のハバネロスパイスをかけるから。これが義妹と実妹の違いその1。食の好みや食習慣が違う。カレー以外にも普段使う調味料とか食後にお茶飲むとかいろいろあるよね。実の妹だったら食習慣も似るのかな。でも綾瀬さんのカレーも美味しかったよ。そう、ありがとう。それじゃあその2をどうぞ。数日前の夜。あれ、浅村くんまだ起きてるの？ちょっと見たいアニメがあって先に寝てていいよ。まあ私もまだ起きてるからいいけど、浅村くん意外と夜型？言われてみれば夜型かも。そういう綾瀬さんは規則正しいよね。はい、義妹と実妹の違いその2。生活リズムが違う。まあ違う人間だし、でもそれって実の妹でもあり得る話じゃない？そうなの？一緒に育ったからって生活リズムが同じになるとは限らないような。次行ってみよう。もしかしてガバガバ？宅配です。綾瀬さん宛てのお荷物です。綾瀬？うちは浅村。はーい、いつもありがとうございます。これね。確かに違う名字だから一瞬あれってなっちゃうよね。そうなんだよ。だからその3。兄弟なのに名字が違って混乱してしまう。あれ、でもこれって普通の義理の兄弟なら同じ名字になるのが当たり前だろうし、講義の義妹と実妹の違いっていうより私たちに限った話のような。さて次行ってみよう。次。やっぱりガバガバだね。また数日前。綾瀬さん今帰り？ちょうど帰るとこ。どうしたの？キョロキョロして。いや、もしクラスメイトとかに見られてたらどう説明したらいいか分かんなくて。わかる。仲のいい友達以外だとちょっとね。その4。外でばったり義理の妹に会うとちょっと戸惑う。確かに私たちの関係説明が難しいよね。親友ならいいんだけど親しくない人に家庭の事情を話すのはちょっとね。だよね。苦労するねお互い。結論としてさ、浅村くんはやっぱり本当の妹の方が良かった？いや、そんなことないよ。ほら、実の妹との違いラストその5があるから。そうだ、まだ途中だったね。最後聞かせてよ。今まであったことを考えるとやっぱり悩みも多いけど、元は他人だったからこそ一緒にいて苦にならないよう頑張ってきたと思うんだ。だからその5。義理の兄弟だからこそより良い兄弟関係を目指そうと努力できる。うまく締めたのかな。でもその通りかもね。お互いに悩みも尽きないと思うけど、これからもよろしくね浅村くん。
見てくれてありがとう。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。おまけ。それじゃあ次は綾瀬さんの選ぶ義理の兄と実の兄の違い5選を。いや、やんないし。